3、2、1、じゃーん。春らしいとっても可愛いお弁当ができました。可愛い。皆さんこんにちは、ちゃちゃです。4月です。春です。春といえば桜。本日はこちら、桜をイメージしたとっても簡単に作れる特別な道具不要のお花の巻き寿司の作り方をご紹介します。そしてこれからお弁当を作らなければならないという方のために、この巻き寿司を使った簡単に作れる可愛いお弁当の作り方もご紹介します。この動画を見ればあなたもとっても簡単に可愛い巻き寿司が作れ、これからのお弁当生活もちょっと楽しくなっちゃうかもしれません。巻き寿司の絶対失敗しないコツ、可愛いと褒められちゃうお弁当の作り方のコツを紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。私は今まで1000名以上の方々に可愛い巻き寿司の作り方を教えてきました。今までの実績、ノウハウをもとにこれからも可愛い巻き寿司の作り方、レシピを紹介していきますので、ぜひ今のうちにチャンネル登録よろしくお願いします。それでは早速始めていきましょう。それではスタートです。早速巻き寿司を作っていきましょう。本日使用する具材はこちらです。寿司飯 80g 海苔1枚、2cm 幅の海苔1枚、桜でんぶ大さじ1杯です。概要欄に詳しく説明していますので、ぜひご覧ください。最初に本日使用する海苔を準備していきましょう。スーパーなどで売られている海苔は 21cm×19cm で、この1枚のサイズを前径と呼びます。今回はこの前径海苔を1枚使っていきます。この前径海苔を半分にカットしたもの 10.5cm×19cm を飾り巻き寿司アートでは1枚と数えます。今回はこの 10.5cm×19cm を1枚と 2cm 幅に長くカットしたものを1枚使用していきます。レシピ上は 2cm 幅と記載していますが、正確に 2cmである必要はありません。ハサミを使って切るより包丁の方がまっすぐ切ることができるので、包丁でカットしてみてください。これで海苔の準備ができました。次に寿司飯の準備をしていきます。私は寿司飯で作っていますが、普通のご飯でも問題なく作ることができますので、好みに合わせて作ってみてください。寿司飯の美味しい作り方に関してはこちらの動画で詳しく説明していますので、ぜひ合わせてご覧ください。今回は桜でんぶを使ってピンクの花を作っていきます。桜でんぶは大さじ1杯使っていきます。寿司飯またはお米は 80g 使っていきます。1合でこのお花の巻き寿司4つぐらい作ることができますので、いろいろな色で作ってみてくださいね。寿司飯と桜でんぶを混ぜて色をつけていきます。ねちねち混ぜてしまうと寿司飯がお団子状態になってしまうので、優しく混ぜていきましょう。これでピンクの寿司飯ができました。これで準備 OK です。早速巻いていきましょう。今回は巻き酢を使った巻き方とラップを使った巻き方をご紹介していきます。最初に 2cm 幅の海苔を使っていきます。この海苔を縦半分に折っていきます。このまま折ると海苔がペラペラしてしまうので、海苔に寿司飯 2,3 粒をつけて指で潰しておきましょう。こうすることで海苔同士がくっついてくれて巻きやすくなります。これで準備完了です。最初に巻き酢を使った巻き方をご紹介します。巻き酢を用意します。巻き酢には裏表があります。竹が平らな方が表、凹凸がある方が裏です。竹が平らな方が表に来るように、紐が上に来るように置きましょう。その上に海苔を置いていきます。海苔にも裏表があります。ザラザラしている方が裏、ツヤツヤしている方が表です。ツヤツヤしている方を見せたいので、ザラザラしている方に寿司飯を乗せていきます。巻き酢の下線と海苔の下線はいつも一緒です。海苔の上端から指2本分のところにピンクの寿司飯 2,3 粒を取って目印をつけていきます。こんな感じで左右につけましょう。この目印より下をピンクの寿司飯で埋めていきます。ピンクの寿司飯を手の中で軽く棒状にして海苔の中央に乗せていきます。これを海苔の黒い部分が見えなくなるくらいまで敷き詰めていきましょう。寿司飯の量が均等になるように置くことができると、より綺麗に作ることができます。こんな感じです。寿司飯を敷き詰めることができたら、寿司飯の上端に先ほど2つ折りした海苔を乗せていきます。ここまでできたら海苔の上端に寿司飯 2,3 粒をつけ、指で潰しておきましょう。それでは巻いていきます。海苔と巻き酢を一緒に持って寿司飯の上端を目指して巻いていきます。このように2つ折りにすることができたら、指先に力を入れ、少し下にギュッと押し込みます。こうすることで雫型を作ることができます。ここまでできたら巻き酢を外して巻き寿司をそのまま上に転がしていきます。こうすることで海苔が閉じてくれます。海苔を閉じることができたら形を整えていきます。尖っている部分を親指と人差し指で挟んで形を作っていきましょう。こうすることでより綺麗な雫型を作ることができます。これで完成です。次はラップを使った巻き方です。ラップを横長に敷きます。その上に海苔を乗せましょう。ラップの下線と海苔の下線は揃えておきます。海苔の上端から指2本分のところにピンクの寿司飯 2,3 粒を取って目印をつけていきます。こんな感じで左右につけましょう。この目印
印より下をピンクのすし飯で埋めていきます。ピンクのすし飯を手の中で軽く棒状にして海苔の中央に乗せていきます。これを海苔の黒い部分が見えなくなるくらいまで敷き詰めていきましょう。すし飯の量が均等になるように置くことができるとより綺麗に作ることができます。こんな感じです。すし飯を敷き詰めることができたら、すし飯の上端に先ほど2つ折りした海苔を乗せていきます。ここまでできたら海苔の上端にすし飯に3粒をつけ指で潰しておきましょう。それでは巻いていきます。海苔とラップを一緒に持ってすし飯の上端を目指して巻いていきます。このように2つ折りにすることができたら、指先に力を入れ少し下にギュッと押し込みます。こうすることで雫型を作ることができます。ここまでできたらラップを外して巻き寿司をそのまま上に転がしていきます。こうすることで海苔を閉じることができます。海苔を閉じることができたら形を整えていきます。割っている部分を親指と人差し指で挟んで形を作っていきましょう。こうすることでより綺麗な雫型を作ることができます。これで完成です。これで巻き寿司の完成です。とっても簡単ですよね。それでは早速切っていきましょ巻き寿司を切るときは包丁、手酢、お酢とお水1対1で割ったもの、濡れ布巾またはキッチンペーパーを用意してください。巻き寿司を切る前に包丁の刃先を手酢につけ濡らしておきます。こうすることによって寿司飯が包丁につきにくくなるので綺麗に切ることができます。今回の巻き寿司は約18センチになるので、これを6等分にしていきます。まず半分のところ9センチ9センチでカットします。こちらの目盛り付きまな板についてはこちらの動画で説明していますので、ぜひご覧ください。巻き寿司を切るときは押し切りは NG。 包丁を大きく上下に動かしながら切ります。巻き寿司を切ると包丁が汚れるので、濡れ布巾またはキッチンペーパーできれいにします。きれいにすることができたら包丁を再度手酢につけて濡らしておきます。次は巻き寿司をこのように並べ3等分にカットしていきます。先ほどと同様に包丁を大きく上下に動かしながら切りましょう。こんな感じでカットすることができました。う。切ることができました。それでは早速飾り付けていきましょう。まずは5枚の花びらで桜を作っていきます。1枚目の花びらをまっすぐ置きます。この左右に少し斜めに花びらを置いていきましょう。その下に2枚の花びらを置いていきます。お花の真ん中に裏電棒を乗せてあげるとより可愛くなります。こんな感じです。次は花びら6枚で八重桜を作っていきます。1枚目をまっすぐ置き、対角線上にもう1枚置きます。その間に左右2枚ずつ花びらを置いていきます。こっちにはピンクのすし飯を真ん中に乗せてあげます。これで完成です。とっても可愛いですね。桜をイメージしたお花の巻き寿司完成しました。とっても可愛くできましたね。それでは早速この巻き寿司を使ってお弁当を作っていきたいと思います。お弁当に使用する具材はこちらです。今日の具材は唐揚げ、ブロッコリー、ソーセージ、卵焼き、トマト、ハムと薄焼き卵のお花です。最初にハムのお花を作っていきます。ハムは薄切りのロースハムが作りやすいです。ハムを長方形になるようにカットしていきます。真ん中の部分に切り込みを入れていきます。切り込みを入れることができたら半分に折っていきます。これをくるくる巻いていきましょう。これでお花の完成です。薄焼き卵も同様に作ります。それではお弁当に具材を詰めていきましょう。お弁当箱に八重桜を入れます。これだけですでに可愛いですね。まずは卵焼きなど大きいものから入れていきます。卵焼きの隣に唐揚げ、次にソーセージをお花の隣に入れていきます。唐揚げとソーセージは同じ茶色系なので隣り合わないように配置してあげましょう。その次にブロッコリーを入れていきます。お弁当をきれいに見せるためには隙間をなくすこと。隙間がないといっぱい詰まってて美味しそうだし、きれいに見せることができます。隙間の部分にハムと薄焼き卵で作ったお花を入れていきましょう。最後にブロッコリーの上にブブあられを散らしていきます。ない方はスライスチーズなどを抜き型で抜いて飾り付けてあげると可愛いです。こんな感じで完成です。春らしいとっても可愛いお弁当箱ができました。今日はこれからの季節に大活躍すること間違いなしの桜をイメージしたお花の巻き寿司の作り方、可愛いお弁当の作り方をご紹介しました。いかがだったでしょうか？とっても簡単に可愛い巻き寿司、そしてお弁当ができていますので、ぜひ作ってみてください。本日の動画も最後までご覧いただきましてどうもありがとうございました。巻き寿司、とっても簡単で作ってみたいと思ったお弁当の作り方、勉強になったよという方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。